12月末ですね。今年も残すところあとわずかとなりました。皆さんは今、ご自宅でゆっくりと過ごされているでしょうか。それとも、新年に向けた準備で、慌ただしくされているでしょうか。今日この動画を開いてくださった、勉強熱心なあなたに、最初に一つだけ、残酷な警告をしなければなりません。今日からお正月にかけての、この数日間で、多くの50代が、良かれと思ってやってしまう行動が、実は、大切な老後資金の寿命を、劇的に縮めているという事実です。結論から申し上げます。年末は動かないでください。口座にログインして、何か操作をしたくなったとしても、その手を止めてください。正解は、相場を予測することではなく、先にルールを決めておくこと。これだけです。なぜ12月末に、私がこんな話を急いでしているのか。それには理由があります。人間心理として、年末というのは、どうしても整理をしたくなる時期だからです。部屋の大掃除をするように、資産もきれいに整理したい。含み益が出ているものを売って、利益を確定させたい。なんとなく伸び悩んでいる商品を売って、新しい人気商品に乗り換えたい。そして、来年の新NISA枠をどう埋めるか、今すぐ決めてしまいたい。このすっきりして新年を迎えたいという、真面目な気持ちこそが、投資においては最大の敵になります。今日は、私たち50代が、年末の魔力に負けてやってはいけない、3つの NG 行動について、徹底的に解説します。そして動画の最後には、迷いを完全に消し去るための、鉄壁のルールかチェックリストをお渡しします。これさえあれば、来年どんな暴落が来ても、あるいは、どんな急騰が来ても、あなたはもう二度と迷うことなく、ご自身の人生を楽しむことだけに、集中できるようになります。前提として、結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って、一般論としてお話ししていきます。ではまず、一つ目の NG 行動からお話ししましょう。それは、年末の利益確定です。今年1年、相場は好調でした。あなたの口座残高も、大きく増えていることと思います。画面上の含み益の数字を見て、こう思うことはないでしょうか。今のうちに一度売って、この幻のような利益を、確実な現金にしておきたい。暴落が来て消えてしまう前に、確保しておきたい。その気持ちは痛いほどわかります。しかし、断言します。50代にとっての安易な利益確定は、資産形成における自傷行為です。なぜなら、利益確定をした瞬間に、約 20% の税金が発生するからです。例えば、100万円の利益が出ている状態で、売却ボタンを押したとします。手元に残るのは80万円。20万円は税金として消えます。この20万円を単なる手数料だと思っていませんか？いいえ、違います。それは未来の剣の卵を産むには鳥を自ら食べてしまうことと同じです。もし売らずに運用を続けていれば、その20万円も投資元本として働き続け、来年も再来年も新たな利益を生み出してくれたはずです。複利の力というのは、元本が大きければ大きいほど、雪だるま式に効いてきます。私たち50代には、20代のような時間という武器が、潤沢にあるわけではありません。だからこそ、今ある元本を少しでも削ってはいけないのです。税金で元本を減らすということは、自らの資産寿命を、数年単位で縮めることと同義です。もちろん、生活費が必要な場合や、使う目的が決まっているお金なら、堂々と売ってください。それは正しい出口戦略です。私が申し上げているのは、なんとなく不安だから、一旦リセットしたいからという理由で、貴重な複利のエンジンを止めてはいけない、ということです。続いて、二つ目の NG 行動です。これも年末に非常に多い間違いです。それは、
商品の乗り換えです。今年、話題になったファンドや、新しく設定された低コストの投資信託、あるいは、インド株のような勢いのある市場を見て、こんな風に考えていませんか？今持っているこの古い商品を売って、来年からは、あっちの新しい商品で運用しよう。その方が効率が良さそうだ。はっきり申し上げます。これは、そこに穴の開いたバケツで、水を運ぶようなものです。商品を乗り換えるという行為には、想像以上の見えないコストがかかります。まず、先ほどお話しした売却時の税金です。そして、意外と見落とされがちなのが、タイムラグのリスクです。投資信託を売却して現金化され、そのお金で次の商品を買い付けるまでには、通常、1週間程度の時間がかかります。この市場にいない1週間に、もし相場が急上昇したらどうなるでしょうか。歴史的に見ても、相場の大きな上昇というのは、突然やってきます。そのたった数日を逃すだけで、長期的なリターンは、ガクンと下がってしまうのです。隣の芝生は常に青く見えます。S&P500 よりナスダックが良さそうだ。いや全世界株式の方が無難だ。そうやってあちこち目移りして、商品をコロコロ買える人は、往々にして、手数料と税金だけを支払い続け、肝心の資産は一向に増えません。私たちに必要なのは、最高の商品を当て続けることではなく、一度決めた王道の商品を、しつこく持ち続ける握力です。乗り換えを検討するエネルギーがあるなら、その分を入金力の向上や節約の工夫に回した方が確実にお金は増えていきます。そして最後、3つ目の NG 行動。これは来年の戦略に関わる重要なお話です。それは、年始一括投資の決断を今、焦ってしてしまうことです。新NISAの成長投資枠、年間240万円。これを年初の1月に一括で埋めるべきか、それとも毎月コツコツ積み立てるべきか。この議論は、年末になると必ず過熱します。数学的な正解を言えば、右肩上がりの相場を前提とするなら、一括投資の方が、資金が市場にある期間が長くなるため、リターンは高くなる傾向にあります。これは事実です。しかし、私たち50代にとっての正解は、数学的な最大利益ではありません。私たちの正解は、夜、ぐっすり眠れること。これにつきます。想像してみてください。あなたが意を決して、1月に虎の子の退職金や預金を一括で投資したとします。その直後、2月に大暴落が起きて、資産が 30% 減ったら、あなたは平気でいられますか？理論上は正しいのだからと。冷静でいられる人は、投資のプロでも稀です。ほとんどの人は、恐怖で夜も眠れなくなり、最悪の場合、底値で狼狽売りをして、市場から退場してしまいます。これこそが、50代にとっての終わりです。私たちにとって一番大切なのは、リターンをコンマ数%上げることではなく、市場から退場しないことです。長く相場に居座り続けることです。もし少しでも不安を感じるなら、迷わず分割投資を選んでください。毎月の積み立て設定にして、あとは忘れてしまう。それが、感情に振り回されないための最強の防衛策です。ここまで、年末にやってはいけない、3つの NG 行動についてお話ししてきました。利益確定の誘惑、乗り換えの罠、そして一括投資のプレッシャー。これらに共通しているのは、未来を予測して動こうとしている、という点です。相場がどうなるかなんて、誰にもわかりません。神様でもない私たちが、予測で動けば、必ずいつか火傷をします。では、どうすればいいのでしょうか。答えはシンプルです。予測するのではなく、自分の行動をルール化することです。最後に、私が実践している、そして皆さんにもお勧めしたい、鉄壁のルール化チェックリストを
お伝えします。この3つだけを今日心に決めてください。1つ目のルール。売るのは現金が必要な時だけ。相場の上げ下げで売るのではなく、あなたの人生の都合で売ってください。使う予定がないなら、画面上の数字が増えようが減ろうが関係ありません。2つ目のルール。商品は全世界か全米の王道のみ。流行りのテーマ株や複雑な仕組みの商品には触りません。世界経済の成長を丸ごと買う。それだけで十分です。隣の人が何を儲けていようと気にする必要はありません。3つ目のルール。投資額は暴落しても眠れる額で、これが最も重要です。生活防衛資金としての現金クッションを確保した上で、残りの余裕資金だけを投資に回す。この土台さえしっかりしていれば、どんな暴落が来ても、今の生活には影響ないと、笑って過ごすことができます。いかがでしたでしょうか。年末のこの時期、世の中は来年の予測や、おすすめ銘柄の情報で溢れ返ります。そんなの伊豆に惑わされそうになったら、今日お話しした、このシンプルなルールを思い出してください。何もしないこと、動かないこと、それは怠慢ではなく、高度な規律を持った投資家の立派な戦略です。新しい年も皆さんの資産が健やかに育っていくことを願っています。ご家族や大切な人と心穏やかな年末年始をお過ごしください。詳しい解説やさらなる学びについては画面下のリンクから過去の動画もぜひご覧ください。